数の攻め棒銀ということで、前回やった数の攻めというのを理解した上で棒銀の、最終的なゴールのところを見ていきたいと思います。まず駒組みの棒銀のところで銀は5段目まで上がるのをまず目的にしましょうという話をしました。さあこの銀が5段目までいったこの後の攻め方ですね、そのお話をしていきます。ここまでいった後は、このようにね歩を使っていきます。で、この銀この歩を取りました後にこの銀をねこのように進んでいきます。で相手もねちょっとここから攻めてきたので2三歩と受けます。さあこの時前回やった数の攻めを思い出してみましょう。歩を打たれるとついねこう銀を逃げたくなってしまうんですが、この2三の地点相手の利きは1枚金1枚ですね。そして自分の利きは2枚銀とこの後ろにある飛車もね効いているんです。1対2ですので数が多いです。この時は攻めても大丈夫でしたね。ちょっとやってみましょう。2三銀成と動かします。そして相手は同金と取ります。次2枚目のね飛車が効いていましたからこのように取ります。こうすると飛車が成って竜ができました。攻めが成功したと言えます。これは棒銀の最終的なゴールになります。発展、ここでは87日目の問題にある発展についてお話しします。この局面から1四歩とついた局面の解説でした。1四歩と突かれると、ね、これ銀が取られてしまうのでこのように逃げたくなるのですが、ここでは逃げずに2四歩とつく手があります。2四歩とついてしまうと銀を取られてしまうんではないかなと心配する人もいるかもしれません。ちょっと取ってみましょう。このように取られても実は2三歩成となりまして、これはね同金と解いてですね、そしてここに飛車がいるので同飛車成と金を取ることができます。最初に銀を取られているのですがこの後金を取ることができるし、2三飛車成と相手の陣地に自分の竜ができたのでこれは攻めが成功と言えます。ちょっと戻してみましょう。1四歩となった局面で2四歩とついたところですね。銀が取られても2三歩成といくことができるので大丈夫というお話をしました。では2四歩とついた時に同歩と相手が取った時はどうでしょうか。この時はこの銀で取ってあげます。そして2三歩と打った時に数の攻めを思い出してみましょう。この2三の地点相手は金1枚、そして自分は銀と飛車2枚利いています。その時はうまくいくんでしたね。やってみましょう。2三銀成と銀が成りまして同金、そして同飛車成といくと相手の陣地を突破して竜ができました。駒も銀を渡しましたが金を持っているのでこちらは交換になっています。
攻めは成功したと言えます。発展問題はちょっと難しかったかもしれないのですが、取られそうな銀が逃げなくても大丈夫という例でした。それでは考えてみようのコーナーです。こちらの局面、棒銀をするんですが、次の一手を考えてみましょう。できればその後のことも考えてみましょう。棒銀の次の一手ということで、答えは3五銀です。ここまでは簡単だったかもしれません。3五銀と出た時に相手が3四歩ともしついてきた時にどうしようかなというところまで考えられるといいですね。でもちょっと難しいかもしれないです。歩を突かれるとこうちょっと逃げたくなりますよね。先ほど発展でお話ししたんですが、これは実は逃げなくても大丈夫なんです。ここでの正解は2四歩と突く手です。銀がね取られてしまいそうと思われるかもしれませんが、2三歩成とと金ができて、この金と角どちらが取れるので銀を渡しても損ではありません。そしてここで2四歩と突いた時に同歩と取ってきたら2四銀と進むことができます。そして2三歩と相手が受けてきた時に数の攻めやりましたね。2三の地点、相手の駒の利きは金1枚、そして自分は銀と飛車2枚利いているので2三銀成と攻め込むことができます。今日は数の攻め棒銀をやりました。2三銀成と攻め込むことができたら成功でした。発展では、少し難しい問題でしたが、銀が逃げずに2四歩とつけるというのを学びました。